日本最初の電灯会社として発足した東京電灯でしたが、電気を販売するにあたり、電気の安全性を売り文句にしたわけではありませんでした。宣伝の多くは、ランプの炎から電気に変わる利便性を売り文句としてきました。ところが、電気の安全性はまだ立証されたものではなく、未知の領域そのもので、東京電灯も電気によるトラブル対応が困難でした。その矢先に、電気事業界を揺るがす事件が発生しました。明治24年1月20日、帝国議事堂が焼失する事件が発生しました。火元の衆議院政府委員室から燃え広がり、建物を炎に包み込み、鎮火したのは午前5時ごろでした。出火元の詳細な調査をすることなく、現場の巡回者からの証言をもとに、衆議院書記官長は、電灯管の熱度暴騰したために発火し、他の電管に引火し、防火の手段なきに及べい。電気器具の漏電による火災原因だと決めつけ、これを議会に報告し、官報号外で公示する越権行為をしました。当然、東京電灯への連絡もなく、新聞社が全国で漏電事故による帝国議事堂の焼失と書き立て、電灯契約解除の人々が事務所に殺到しました。さらに、皇室に取り付けた電灯も危険物として石油ランプに戻されるありさまでした。当時は電気に対する知識を電灯会社でも持ち合わせていないため、一般の人にとっては電気とは何かの世界でした。こうした認知度の低さから当時の議長は、議事堂の出火は電気の漏電によるものだと一方的に決めつけることになったのです。特に書記官長は科学知識が皆無な人で、電気と聞けば漏電、危険の言葉しかなく、他の利便性を全く理解していませんでした。こうした書記官長の一方的な発言に対し、電気科学者たちは、安全と危険の両方を一般の人々に教えるべき。書記官長の一方的な決めつけは、科学知識に欠ける人の言葉だと反論の声も上がりました。電気はそのままでは危険なものですが、電線や電気器具を使うことで高い安全性を保証するものです。正しく使用すれば安全度は増し、生活を豊かにするのは現代でも変わりません。根拠のない言われように対し、東京電灯は関係会社と、今後の電灯事業を躍進させるには、この冤罪を晴らす必要がある。こうして臨時調査局を設置して、漏電による火災を徹底追及しました。事件発生時、漏電による電線の異常発熱があった内容に対し、同じ配電線上の近隣の建物を調査したところ、電気が消えるなどの異常は全くありませんでした。さらに、発電機側の異常を調べるため、第一電灯局の発電機を最大運転で地絡電線に供給しても、電線は燃えることはありませんでした。こうした実証試験により、漏電による火災事故ではないことを東京電灯は書記官長に説明をしましたが、科学知識が皆無なため理解することが全くできず、漏電説を取り下げることはありませんでした。こうした書記官長の問題は、当時の知識ある人々からさまざまな不満の声が上がるようになりました。現にロシア公使館は議事堂焼失後にも電灯を増設している。外国人の先見は実に称賛すべきことである。帝国議事堂焼失により、電灯は不安全で危険と騒ぎ立て使用を中止するのに、理心のある外国人は何も言わず使う。日本人は文明の利器を採用し、十分に利用して道を開く思想が乏しい。文明の利器は時に危険を招くことはあるが、その危険に遭遇し、その原因究明をして危険から避けることが道理であり、外国人に対しても不真面目、
しかも伝統事業の発展を妨害するままは良くない。当時の書記官長がいかに科学知識に欠けた人物であったかを問いただす言葉そのものでした。しかし明治初期の日本で電気を教育もままならない世間で理解することは到底無理な話でもありました。この事件をきっかけに電気設備だけでなく電話設備も危険だと無知な民衆の間で誤認識が広まり、契約を解除するなど大きな社会問題となりました。さらに電灯の利用開始と同時に消えたランプ事業が再熱し、ランプ会社は電気より安全なランプへ切り替えましょう。こうした広告を提示するなど東京電灯だけでなく全国の電気事業が窮地に追い込まれました。東京電灯は書記官長の身勝手な報告が業務妨害だけでなく越権行為であることを示し裁判沙汰となりました。ところがこの裁判は火事の原因を追及するものではなく書記官の無礼な対応について追及するものでした。明治24年11月、再び帝国議事堂で火災が発生しました。火元は衆議院談話室の暖炉からカーペットに引火したものでした。当然、火災要因とされた電気は前回の火災時に危険物として供給が停止されていたため、電気による火災ではないのがすぐに証明されました。一連の火災事故は電気ではなく暖炉からの引火ではないかと世間からも疑問の声が飛び交い、火のないところに煙は立たぬ。こうして契約者の再点灯が順次進められ、皇室でも電灯利用が再開される結果となりました。しかし最初の帝国議事堂の焼失は暖炉によるものだったのか電気によるものだったのかは立証されたものではなく、現在のようにブレーカー設備もない時代なので本当のところはわからないとされています。この事件を始まりとして電気と聞けば漏電、危険の言葉が根強く現在でも認識される結果になりました。東京電灯では開業以降電力需要の増加に合わせて設備の拡充に迫られました。開業当初に設置された電灯局は各発電所が独立しているため配電線も他の発電所と接続されていませんでした。そのため区域によっては電力需要が多くなり、一方では稼働率が少ない状態の偏り運転にもなっていました。その要因となったのは直流式配電でした。電気には2種類方式があります。現在もコンセントから利用する交流方式、精密機器などを動かす直流方式。この2つの電気は発電方式が全く異なるため同じ設備を利用することはできません。明治20年代、東京電灯が各電灯局で導入した発電機はエジソン式、ブラッシュ式のどれも直流発電機でした。特にエジソン社との販売特許権もあり、直流設備の利用拡大を目的としていたので必然的に直流発電機が多く導入されました。では現在の交流発電機はいつ頃から導入されたのでしょう。明治10年頃、アメリカでは2つの発電方式をめぐって大規模な論争が繰り広げられていました。それが硬直論争です。トーマス・エジソンは直流発電機が白熱電球に最も効果的で直流が電力事業に必要であると提唱しました。これに対し交流発電機を開発したニコラ・テスラは交流高圧発電が今後の電力事業の要であることを提唱しました。ところが当時の交流発電機は 25Hz が採用されていたためこれを電球に使用すると
周波数による電球のちらつきが発生し、電灯設備は直流が好ましいとされていました。しかし直流設備では送電問題を対応することが難しいとされてきました。この両者の対立の中、東京電灯は世界的に直流設備が最も普及していることから、エジソン式発電機を導入することになりました。ところがエジソンの発電機は直流低電圧方式とも呼ばれ、発電機からの電圧は 125V という低電圧しか発電することができない問題を抱えていました。送電線は電線自体に内部抵抗と呼ばれる材質特有の抵抗があります。この抵抗は送電距離が伸びるほど増大していきます。つまり当時の発電機では 125V しか発電できないので、送電距離が大きくなると送電中に電気が熱に変化して規定の電力を送れない問題が生じます。そこで当時は発電機1台から配電設備を担うのではなく、発電機2台をプラス電圧、マイナス電圧それぞれに割り振り、配電電圧を 250V に引き上げる3線配電方式が採用されました。2台の発電機にそれぞれ共通の中性点を作ることで、プラス成分 125V、マイナス成分 125V で、この合成電圧を 250V にすることで、多少配電区域を拡大することができました。ところが、この配電方式は電圧が大きくなったように見えますが、電線自体の電圧は 125V で、全く改善にはなっていませんでした。この方式は、配電線を省略することに特化しているだけで、送電距離が伸ばせるものではありませんでした。そのため、配電区域は 2km 程度で、配電線の末端はどうしても電圧が低く、規定の供給量に達しない状態でした。こうした問題を抱える中、明治22年、大阪電灯で日本初の 1150V の高圧配電が開始されました。これは交流高圧式発電機で供給されたもので、受容値で変圧器によって 200V 程度に高圧する変成気泡発電と呼ばれる発電方式が採用されていました。この高圧配電の開始は、直流配電を採用した東京電灯にとっては設備の落ち度を実証したものでもありました。東京電灯は日本最初の電灯会社として現在でも有名です。日本最初に電気設備を導入していることから、設備の特性を把握していると評判を呼び、東京電灯に発電所の建設を依頼する事業者が多く、名古屋、神戸、さらに仙台の三居沢発電所にも東京電灯が設計施工を施した記録があります。当然、大阪でも東京電灯に発電所の建設を依頼する方針でしたが、大阪の経営陣は東京電灯の誰にでもできる真似事を多方面に販売する動きに納得がいかず、大阪は独自にアメリカで調査することにしました。その結果、交流発電機が今後最も優勢であるとして、硬直論争の中、交流発電機を採用することにしました。そのため、大阪電灯の開業は東京電灯の協力を断っただけでなく、設備が低能率であると証明してしまったのです。大阪電灯で開業時に納入したのはトムソン・ハウストン社の高圧交流発電機でした。この発電機は現在の発電方式と異なり、外側の固定子を送電線に接続するのではなく、内側の回転子から電力を得る方式でした。交流発電機は磁石を S と N を交互に切り替えることで作られる電気です。そこでトムソン・ハウストン社は直流発電機で固定子に取り付けた電磁石に電気を送り、これを回転子の電線から電力を得ることにしたのです。さらに回転子に取り付けた電線を直列に結線することで高い電圧を発生することができたのです。つまり大阪電灯では直流発電機と交流発電機を一つのシステムとして運用することで高圧送電を実現したのです。この結果を聞きつけた事業者は
直流発電機は低能率であるとして交流発電機の導入が活発化しました。明治23年、東京電灯の供給区域に隣接して品川電灯、深川電灯が設立されました。この2つの事業者は大阪電灯の協力を得て単層交流発電機を導入しました。品川電灯には 40kW のホプキンソン式単層交流発電機2台で 1000V の配電が可能に。深川電灯はトムソン・ハウストン社の 60kW の単層交流発電機1台で 1150V の配電が可能に。両社は東京電灯よりも高い電圧で配電する結果となりました。こうした配電方式が直流から交流に変化する中、東京電灯が立ち遅れるイメージが現在まで根強く残っていますが、今回当時の証言、関係書類を調査したところ、東京電灯でもすでに所有していた記録がありました。事の発端は合併話からでした。明治23年、品川電灯、深川電灯、帝国電灯、日本電灯が東京電灯の供給区域に隣接して相次いで開業を迎えました。特に大阪電灯の協力もあり、各社は高圧式の単層交流発電機を採用していました。そこで東京電灯は隣接する電灯会社と協定を締結して供給区域の維持に努めました。ところが日本電灯だけ供給区域内に配電線が仮設されるため、東京電灯としても競争を避けるために地元の協力を得て合併交渉を続けた結果、東京電灯へ日本電灯は合併されることになりました。この時、日本電灯が建設していた発電所が東京電灯へ移管され、東京電灯は初めて交流発電機を運用することができました。この発電所は長い間どこの発電所のことか記録がなかったのですが、東京電灯の職員の記録から神田に建設された第4電灯局であるのが解明されました。実は上野博覧会で電車を動かしたのはエジソン式でしたが、一般配電に利用されたのは交流発電機からの 1000V でした。明治23年1月に発電所を引き受けて、その後すぐにエジソン式発電機を増設して博覧会で電車を走らせた第4電灯局は現在も跡地は変電所としてその名残を残しています。第4電灯局で交流発電機の運用が開始されてから東京電灯でも配電の拡大として初めて交流発電機の導入が開始されました。それが麹町第一電灯局でした。東京電灯の設備の中で最大級の規模ですが、品川電灯の供給範囲に隣接している関係上、開業当初の麻布電灯局は建設が中止となりました。ところが品川電灯は供給区域の整備を開始し、麻布の一部区域を東京電灯の供給区域にしてほしいと申し込みがありました。東京電灯も需要が少ないことから電灯局の設置は経済的ではないとしてこの申し出を返却しました。こうした中で東京電灯も高圧交流発電機を導入したことから、麻布に高圧交流送電で電灯供給をするのが経済的であるとして明治24年第一電灯局にブラッシュ社の交流発電機を2台設置し、麻布に向けて配電区域を拡大することができました。当時使用された発電機は従来の発電機よりも高電圧の 2000V でした。この発電機は現在も上野国立科学博物館に展示保存されています。ブラッシュ社の交流発電機は現在の交流発電機の基礎と言われたもので、トムソン・ハウストン社の交流発電機とは異なる構造でした。トムソン・ハウストン社では回転子から交流電力を出力する方式でしたが、高電圧を得るためには大量のコイルを効率的に配置する必要があります。そのため
回転子の大きさの都合上、出力が制限されてしまう問題がありました。そこで、ブラッシュ社は回転子と固定子を入れ替えて、固定子から交流を出力するようにしました。さらに、電磁石で固定子を挟み込むことで、より強い磁力を固定子から出力することができ、決線方法を直列に配列することで、2000V の高電圧を可能にしたのです。ただ、国立科学博物館に保存されている発電機は、かなり部品取りをされたのか、コイルのセルや電磁石のブラシ部品がない状態でした。東京電灯の高圧交流発電機の採用は、徐々に配電区域の電力の安定を迎えますが、これと同時に都心の問題を抱えることになりました。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。